こんにちは、聖堂です。今回のテーマは、接筆です。聞き慣れない言葉ですが、書道用語で、点画と点画の接し方を意味します。例えば、2本の線で角を作る場合にどうするか、素直につけるか、片方を少しはみ出るようにするか、いっそ離してしまうか、そういった話です。接筆によって字の印象はガラリと変わります。接筆は多くの要素を含んだテーマですので、その全てをお話しするのは無理としても、今日はいくつか代表的なものをご紹介したいと思います。接筆への関心を高めてもらえれば、字のレベルは確実に変わります。ぜひ最後までご覧ください。接筆でよく問題になるのは、こういう角の部分です。今日は角の書き分けを重点的にお話しします。まず分かりやすい例で火の字をご覧ください。4つ角があります。このうち右上は一続きの1本の線で、接筆とは関係ありませんので除きます。左上の部分、縦を書いて横を書く。先に書いた縦画を尊重して、ほんの少しですが、横画は縦画の下から書き始めます。先にいる人が優先される年功序列の世界です。次、左下。これも後から書くのは横画です。先に書かれた縦画を生かして下を少し出します。最後、右下。同じです。先に書く縦画が少し出ます。このように先に書かれた方の端が少し出るというルールです。これで多くの漢字がカバーできます。ところが、そうした世界に挑戦してくる者がいます。例として、口の字をご覧ください。左上、左下、ここは火と同じです。違いは右下。後から書く横画が飛び出しています。これまでの慣習ではなかったことです。なぜこれが起こるのでしょうか。理由は筆順に従った筆の流れです。楷書をじっと眺めてもなかなかわかりませんが、行書にすれば一目瞭然です。2画目をぐっと中に持ってきて、2画目の下に続けて3画目なので、2画目が下になることはありません。ごく自然に3画目の最後が出ます。一方、火だと縦画の後、一旦上に点を打ってから横画なので、縦画と横画はつながっていません。この場合は原則通り縦画を尊重するのが自然です。その他、四角の中に何かある場合はすべてこちらのパターンになります。面白い例が貝です。口の中に口があります。中の小さい口はいわゆる口の形です。一方、外の大きい口は口ではなく火と同じ形です。理由はお分かりの通り、縦画の後、中の口を書いてから横画となり、一筆でつながっていないからです。ここで改めて火の左上に注目です。縦画が出ているのは先に書いたからと言いましたが、少し大げさに崩して続けると、このように、これは筆の流れからもそうなると言えます。こうしてみると、接筆は筆順による筆の流れをまず考えるのが良いようです。筆順が連続する線と線の場合は、その続け方でどこが出るか決まります。筆順が連続しない場合は、先に書いた方が出ます。これを念頭にいくつかの例をご紹介します。まず、口を漢字の中に含むもの。そのまま口と同じ接筆となります。カタカナの子を含む字。口と同じ自然の流れで横画が出ます。次、山にあるこういう形も同じです。ここでは後で書く方が縦に突き出します。行書の流れを見ればそれが自然です。逆の字もその仲間です。ここで突然ですがクイズです。このうち
正しいガンダレはどちらでしょうか？はい、正解は右側です。これも行書で明らかです。ガンダレの筆順からして一画目の方が出るのが自然です。ちなみにこちらは何かというと、聖や茂の字です。筆順でこちらが一画目となります。2問目、正しい月はどちらでしょうか？この部分の違いです。素直に書けばもちろんこちらです。実際それで構いません。ところがこの右側、2画目が上になっていて間違いに思えますが、実はこのように書いている古典も少なからず見かけます。これもやはり筆の流れの影響です。月のこの部分は払いです。払った後、どこに行くのかというと、このようなカーブを描き、第2画につながります。この流れに沿えば、2画目が上に来ても、あながち不思議ではないということです。こうした普通に考えれば、間違いではないのかと思える接筆も、筆の流れが一つの答えを与えてくれるケースが他にもあります。例えば、貝です。翼角をなんとこんな風に左側に突き出す書き方があります。これを筆の流れから見てみます。再びわかりやすい行書です。中の2つ目の点からそのまま張り出し、急角度で戻してまた払う。これは相当特殊な書き方に見えますが、試しに実際やってみてください。難しい貝の下の部分を堂々と、しかも楽に書けることがわかります。つまり、左にはみ出すのは書きやすい筆の流れに従った結果です。この点は行書で楽をするで詳しく取り上げてますので、合わせてご覧ください。貝ではありませんが、見るも同じパターンを持っています。これも行書を見れば、なぜそのようになるのかがよくわかります。次、書と意です。これもなぜこのような接筆になるのか不思議です。この2画が連続しているのなら口と同じパターンで問題ありません。しかし、筆順、正しい筆順は一つだけではありませんが、そのどの筆順においてもこの2画を連続して書くことはありません。私の考えはやはり筆の流れによるものです。書の字でご説明します。行書でご覧ください。筆順としてこの縦画が次に向かうのは長い横画です。そこへのつながりを強く意識すると、縦画の最後はおのずとぐっと中に入る形となります。縦画というよりはむしろ軽く払うような書き方となっています。そして長い横画から次の横画へ。先に書いた縦画がだいぶ中の方に入ってきてますので、そうなると横画は自然その下に位置することになり、結果ここが出る形となります。いろいろ説はあると思いますが、私はそのように捉えています。再び古典です。これは行書ではなく楷書ですが、それでも縦画が随分中に払うように入ってきて、その下に短い横画が引かれていることがわかります。実際書いているところをご覧ください。今日は以上です。接筆の角の部分だけ取り上げてもいろんな発見がありました。実に奥深い世界です。まとめます。接筆は筆順に従った筆の流れに影響を受けます。その筆順は自然にかつ字の形を取りやすく書くための合理的な順番です。一言で言えば書きやすい順番です。書きやすくした結果の
接筆だとご理解いただければと思います。また次の機会に同じ接筆の別の側面、つけるか離すかという点に焦点を当ててお話したいと思います。まさに字の印象を大きく変える部分です。ご期待ください。